無常っていうのは苦しみ、無常を悟るっていうのは苦しいんですよ。苦しみの元。じゃあ無常を考えなければいいんじゃないか、そうじゃないんですよね。もうずっと追いかけてくるんで、無常っていう現実は。生きてる以上はそうですよね。もうこれと向き合った上でどうするかしかないわけだ。確かに話が深まってまいりましたね。おもろいね。おもろいですよね。おもろいですね、おそらくその無常が嫌で永遠の生命を求めたりとか、そういう風な動きになってくるわけじゃないですか。そこの永遠っていうものを何に置くかですよ。そこで神秘的なものに救いを求めるような人とか、スピリチュアルな世界に行くとか、そういういろんなことがあるわけだけど、でも明らかにあれですよね、スピリチュアルとちょっと違うよっていうことが明確に理解できる章でもあるんでしょうね。よく宗教イコールスピ系だってよく揶揄されますけども、もはや哲学であり、これをスピの一言で片付けられるのはちょっとイラッとしますね。スピリチュアルっていうのはね、何が問題かって言ったら、じゃあ今回ね、小本、これ2本目なんですけどね、連続撮ってるんですけど、先ほど前回の動画で虎先生がこの死の問題を解決できたればこそ創価学会の会長になったのでありますっていうような内容があったと思うんですけど、そこの内容を今から喋るぞって時に地震起きて邪魔してきたじゃないですか。揺れましたね。そういうのをなんかこれやっぱ重要なワードを言おうとするとなんか邪魔入るっていうような感じで捉えて、間が入ってきたっていうような捉え方するんですよね。なるほどね。邪魔してきたなと思って、めちゃめちゃ今から重要なことを言おうっていう時に結構揺れてちょっとね、ちょっと止まっちゃいましたけど、およよってなりましたね。ああいうのが待っていいですね。なるほどね。間が差したと。間が差す、邪魔してくるってやつです。プラスというか、やっぱこれ受領法を学んでいく中でも大事なことはですね、やっぱね、いやヘビーな話なんだけど、むちゃむちゃヘビー。だけどね、ヘビーだからって言ってこれ歓喜なくなっちゃったらもうダメなのよこれ。わかります？歓喜を維持したまま学んでいくっていうのが大事ね。受領法を学ぶコツとしてはそこですね。でもし歓喜がなくなっちゃうっていう状態だったらまだ早いと思って引き返した方がいい。それぐらい心していけと。だって一人で読んでたらなんか元気なくなっちゃう、なんか暗くなっちゃうっていう感じがあると思うんだよね。だから受領法を学ぶときはてか順番に来てれば、今までの感じで読めるはず。背伸びすると歓喜なくなっちゃうから。なるほど。これを維持したまま進んでいきましょうということですよ。早速内容入っていきます。自信くるなよ。永遠の大生命を我が身に有言。池田、人生は長い。晴天の日だけではない。雨の日も烈風の日もある。しかし何が起ころうと信心があれば最後は全部功徳に変わる。戸田先生は言われていた。信心さえあればことごとく功徳なのだよ。信心なくして疑えば全て罰だよと。永遠の生命を信じてこの一生を生きき抜いていくのです。この一生を勝利しきってその姿でもって永遠の生命を証明するのです。それが法華経です。受領本です。何があろうと生きき抜くのが受領本の心なのです。斉藤、受領本の心とは言葉だけの永遠の生命ということではないのですね。池田、大生命力で生き抜くことです。永遠にして宇宙大の大いなる生命の実在を明かしたのが受領本です。その大いなる生命を現実の我が身の上に表していくのが受領本の実践です。如来受領とは如来の寿命を測るという意味です。如来の永遠の寿命、その大生命力を我が身の上に有言するのです。受領本が説く永遠の生命、それは無限の生命力、無限の知恵、無限の慈悲を備えて生きとし生けるものを支えている宇宙生命それ自体です。それこそが釈尊の本旨であり、あらゆる仏の本体であると明かしているのが受領本です。仏とは生命なりと戸田先生が悟られた通りです。この永遠の生命が妙法であり、如来であり、法性であり、実相です。実界三千の諸法を貫く宇宙根源の法であり、大聖人はこれを南無妙法蓮華経と名付けられた。生と死もこの永遠の大生命の不思議な働きであり、本年のリズムです。生死という現象だけで見れば、生命は無常です。この生死の苦しみ、無常の苦しみが人間の一切の苦しみの根源です。
釈尊はこのことを徹底して人々に教えたのです。それは決して昔話ではない。現代社会の諸々の苦悩の根底にもこの生死の苦しみが横たわっている。寿量本の永遠の生命こそがこの生死の苦しみを癒す良薬なのです。斉藤、はい。生死の苦しみを解決する療法はただ寿量本の一本に限ると日蓮大聖人は仰せです。池田、寿量本についてはこれまで何度も学んだという人も多いと思う。何しろ毎日勤行で読受しているのだし。しかし基本を確認する意味でそのあらましをまずたどってみよう。ああ、いいことだね。まず大体の人の、流れとしてはまず死っていうものから目そらすというか暗くなるか、死今がずっと続くみたいな感じで生きてるわけですよ。と思う。で二条っていうところに入ってくると、境外的にね無常ってことを悟るわけですね。要は無常と。要は無常、いろんな芸術家の方とか小説家とか、無常を解いてアートにしてるみたいなところもある、でその無常を悟るがゆえに絶望に追い込まれ鬱になってとか、自殺するアーティストとかも、多かったりする。確かになんか多いイメージ。そういうクリエイターっていうか、芸術性の高い人ほどなんかそんなイメージはある。無常ゆえに今の自分の見た目だったり能力だったりを維持できないと、もうこの先考えても絶望っていうふうに思っちゃって、自殺しようとするというか。だってね、今まで積み上げてきたものがなんか例えばテクノロジー一つで全てもうパーになるなんてざらにあることじゃないですか、そういうのも一つ無常ではあるのかなって思いますけどね、現代社会に考えると。そうですね。だけど無常っていうのは苦しみ、無常を悟るっていうのは苦しいんですよね。苦しみの元、これをどうにかしない限りはこの人生を最後まで歓喜できることは難しいと、いうことをもう釈尊はその時から言うてたと。なるほど。昔話じゃないんだぞと、今に通じるし、特に20代後半26、7歳ぐらいで亡くなる方が多いなって俺は思うんだよね。なんか周りの人とかですね、周りとか有名人とか、やっぱ特に女性で言えば美貌を売りにしとった人とかは20後半になってくるとどんどん落ちていくってことに絶望しちゃうっていう人もいるし、一番いい時に死にたいとかいう考え方になるみたいな。なるほどね。アーティストとかでも27歳で亡くなる人が多いしっていうね、いうところで無常っていうものは現実ですよ。それじゃあ無常を考えなければいいんじゃないか、そうじゃないんですよね。もうずっと追いかけてくるんで無常っていう現実は、生きてる以上はそうですよね。もうこれと向き合った上でどうするかしかないわけだ。確かに話が深まってまいりましたね。おもろいね。おもろいですよね。おもろいです、そうヘビーだけど、おもろいじゃないですか。だってそういう風な、例えば映画だとかもあるし、過去の人たちもおそらくその無常が嫌で永遠の生命を求めたりとか、そういう風な動きになってくるわけじゃないですか。そういう逸話だとかストーリーっていっぱい世の中にあるんで、たくさんあります。これはこれで一つ理解が深まって世の中の見方が変わりそうですね。そうですね、そこの永遠っていうものを何に置くかですよ。そこで神秘的なものに救いを求めるような人とか、スピリチュアルな世界に行くとか、そういういろんなことがあるわけだけど、仏法は実在しているものと向き合うんだ。これは、大変な旅になりますが、ここが分かることで、山本君は悟りに近づくと俺か自他友のね。でも明らかにあれですよね、スピリチュアルとちょっと違うよっていうことが明確に理解できる章でもあるんでしょうね。そうですね。こういうところで。そうですね。よく宗教イコールスピ系だってよく揶揄されますけども、もはや哲学であり生き様そのものを学ぶみたいな感じになってるじゃないですか。これをスピの一言で片付けられるのはちょっとイラッとしますね。スピリチュアルっていうのはね、
何が問題かって言ったら、それを得るために失わないといけないものがたくさんあるというか、なんていうかね、その場限りな感じというか、そこの場所に行かないととか、これを持ってないととか、あるね。仏法はどこにいようがなんですよ。いつでもどこでもで、自分が生きているこの自分自身の話なんで、何かが必要とかいうことじゃないというか、それを引き上げる、それを持ってるんだけどみんなって、引き上げるためのご本尊と心経学の実践だって話なんだけどね。そうね。まあここの問題が解決するときに我々は本当にフリーダムになるんだということだ。悟りやないですか。続けていきましょうよって話です。ほい。受領本の具体的な内容ですね。はい。それまでの教えを覆す久遠実情。須田はい湯十本第15章でシャバ世界の大地から無数の立派な菩薩が出現します。この10の菩薩たちを釈尊は一体いつどこで供給してきたのかと弥勒が質問します。この問いを受けて受領本の説法が始まります。これは覚えてますよね。はい、ありましたね。湯十本こうバー出てきて、これどういうことですか、これ説明してくれないと退店する人が出てきちゃうんで、SF の章ね。自分は釈尊を信じてますけど、これから続く人たちが釈尊を疑って退店してしまうかもしれません。どうかこれを説明してくださいっていうシーンがありましたよ。でそこで終わってた、湯十本は。遠藤、釈尊が菩提寺の下で悟りを開いてから数十年しか経ってない。とてもそれだけの数の菩薩たちを仏と同じくらいに立派になるまで供給することはできるはずがない。これが弥勒の疑問ですね。池田、弟子たちの素晴らしさを見て師匠である釈尊とは一体どういう存在なのか、これまで思い込んでいた以上の存在なのではないかと思ったんだね。斉藤、はい、その答えが受領本の冒頭で説かれる久遠実情です。それまでの二前釈問では、釈尊は今世で初めて成仏したと説かれてきました。いわゆる至上昇格です。これを180度ひっくり返し、私は実に成仏してから無量無辺の時間、無量無辺百千万の国歌子を経ているのであると明かします。これが久遠実情です。池田、今世で初めて仏になったのではない。もともと仏だったということだね。遠藤、皆驚いたでしょうね。今までと正反対のことを説いたわけですから。須田、今まで騙されていたのかと思う人もいたかもしれません。斉藤、至上昇格という仮の姿、釈を開いて久遠実情という真実の姿、本を表したので、これを発釈見本と言いますが、その意義については改めて論じていただきたいと思います。池田、そうだね。人参の訪問です。久遠願女の問題とも関連してくる。受領本全体の流れを見た上で論じた方がいいでしょう。須田、釈尊の成仏がいかに遥かな昔であったか、それを示す例えが500人天候の比喩です。500千万那由他阿僧祇という膨大な数の三千大千世界をすり砕いて細かい塵とします。その塵を持って東の方へ行き、500千万の那由他阿僧祇という数の国を過ぎるごとに、その塵を一粒ずつ落としていきます。ロケットか何かに乗っていくと想像すればいいでしょうか。ともあれ、どんどん東へ行き、その塵をすべて落とし尽くします。遠藤、那由他も阿僧祇も古代インドの数の単位で、共に10の何十乗という対数です。一説には那由他は1の後に0が11月1000億、阿僧祇は1の後に0が51つく単位10の51乗と言います。三千大千世界は当時の世界観における宇宙を指しています。通り過ぎた国の数はもはや誰も数えられませんし、想像力の翼も届きません。須田、そうです。ところがそれだけでは終わりません。驚いたことに、塵を置いた国も置かなかった国も全てまた砕いて塵とするというのです。そしてその一粒の塵を1個と数えます。個とは非常に長い時間の単位です。一説には1600万年くらいとも言います。釈尊の成仏はこういう計り知れない時間よりもさらに100千万の国を得た阿僧祇光も前であったというのです。
これが500人天候です。遠藤、目もくらむような話ですね。須田、それだけの遥かな昔に釈尊が成仏したことを久遠実情というわけです。斉藤、その時に成仏したと説かれているので始まりがあるように感じます。そうすると500人天号は一応有限な時間のようにも考えられますが、実質的には無限の時間を示そうとしていると思います。池田、永遠だね。永遠ということを何とか示そうとしているね。ここのところはやりますよね。はい。もう想像するだけで頭がぼーっとしてくるというかなんか遥かなものを表現しようとしている、そういう感覚になるような例え方をしている釈尊が。まあでも秀逸ですよね。一言で言っちゃうと永遠の2文字で終わっちゃいますけども、それをこういかにこう具体的に想像させて、凄さっていうのを分からせようとしようとしたら、まあこういう例えを使わざるを得なかったんでしょうね。そうですね。言語化がすごい。そうですね、そういう感覚にさせるために永遠っていう2文字だけでは無理だったんですよね。そういうことですよね。いかにこう伝えることが難しいか、でも絶対伝えたいことっていう、その気概を感じますよね。これで大事なのが、じゃあ始まりがあるんじゃないかって思っちゃうわけだ、そんだけ昔に成仏したって言ってたら、だけどそうじゃないよっていうことが大事なところ、法華経だけを学ぶと、やっぱり始まりがあるじゃないかってなるわけだ。ここポイントですよね。法華経だけを学ぶと、特に末法の、頭でっかちな我々世代というか、我々の時代の人間が法華経を読むと、久遠実情っていうことは始まりがあるっていうことじゃないかっていうふうなオチになる。いやいや永遠だよと、無始無終の生命のことですっていうね、始まりもなければ終わりもない生命のことを表現しようとしているんだっていうことを理解された日蓮大聖人が、ここの受領本には書かれてない永遠の生命っていうものを表したということになる。本当に伝えたかったことを表したっていうことになる。ここが正法の法華経と末法の法華経の、釈迦と大聖人の仏法の違いって言ったらそこになるのかな。同じことを言おうとしてるんだけどね、表現の仕方が末法向けになっている。確かに。今先生言われた通り頭でっかちですよね、僕らって。すんげえ情報量の世界じゃないですか。インターネットっていうものが出てきて、この YouTube を見てる方たちなんてもう特にそれに触れまくってるんで大変ですよね。いかにフィルターを外して物事を考えて真実にたどり着くか、大変。やっぱ時間かかるから大変だって思うじゃないですか、でも時間かけてやるものなんだよね、やっぱり。もうちょっとシンプル化できないけど、やっぱ伝わらないですよね、単純化しても。やっぱそうですね。アクセスが情報に対するアクセスが簡単になったし、膨大な量を触れることはできるけど、それを選び取るっていう力が必要ですもんね、この先。これは大変だよ。だからおせっかいみたいなこともしないといけないというかね、何がノイズなのかっていうね、しつこさもある意味必要というか。忍耐。もうちょい行きましょうよ。はい。久遠の仏は今ここにいる。須田、この久遠の成仏だけでも経典同地の説法でしたが、この後さらにそれまでの常識を覆す宣言が続きます。釈尊がその久遠の昔に成仏して以来、常にこのシャバ世界にあって説法し、人々を教化してきたというのです。遠藤、二禅教ではシャバ世界は煩悩に汚れた江戸であり、仏の住む国土はそれ以外の浄土にあると説かれてきました。西方の極楽浄土や東方の浄瑠璃世界などがよく知られています。ところが受領本では、このシャバ世界が久遠実情の仏が常住する浄土だということになります。浄土とは寂光土とも言います。このシャバ即寂光の法理も受領本の画期的な教えです。斉藤、天台はこれを本国土名と言いました。須田、さらに不思議なのは、シャバ世界だけでなく他の無数の国土でも衆生を導いてきたと説かれていることです。遠藤、久遠実情の仏は宇宙に遍満しているとしか考えられませんね。池田、そう、全宇宙どこにでも常住し、衆生を救うためならどこにでも出現する仏だと考えられる。だからこそ
今ここ、つまりシャバ世界がクオンの仏の常住する浄土と言えるのです。須田、不思議な説法はさらに続きます。クオン実情の仏は過去に名前も寿命も異なるさまざまな仏を説き表してきたとあります。それは人々を救うための方便として説いてきたものであると。遠藤、釈尊以前に実在したとされるさまざまな過去物も、本当はクオン実情の釈尊が方便として説いた仏であるということですね。いわゆる釈仏です。須田、釈仏とは本仏の影、釈としての仏という意味です。本仏は天空の月、釈仏は池に映った月に例えられます。斎藤、四条昇格の釈尊もそういう釈仏にあたるわけです。池田、そこで受領本の目的は釈尊だけでなく、一切主上が実はクオンの昔から仏だったことを教えることにある。それを自覚させることにある。永遠の大生命に目覚めさせるのです。日蓮大聖人の門弟の法華経がそれを可能にする。戸田先生は言われていた。大聖人の仏法の究極の目的は永遠の生命を悟ることです。生命というものが永遠であるということを我が身で体得するのです。これを絶対的幸福という。この幸福は永遠に続くものであり、崩れることは決してない。その確立のために信心していくのですと。我が身で体得することが大事なのです。それには信心しかない。信心を鍛え、深めきっていくしかない。よく戸田先生は言われていた。理屈で分かることは簡単だ。しかし信心で分かるというのは全然違うのだと。永遠の生命もそうです。はい。はい。今言われてたことなんですけど、念仏の教えとかだったら、自分が死んだら西方の浄土に行けると。西にある浄土、西にある極楽浄土へ行けるというような教えを言ってるわけですけど、天竺、もっともっと西ですね。はるか西なんで、もう宇宙のもうはるか西っていうような意味合いで西方浄土って言ってると思うんですけど、西方の極楽浄土。でもそれも方便ですから、この持論本に来て、実はこここそ浄土なんだっていうようなことをね、言われてるわけですよ。だからどこかに行けば幸せになれるとかじゃなくて、今ここの場所で幸せになれるっていうことを教えてるんですよね、これは。物理的な話じゃねえと。確かに場所によってね、土地の感じはありますし、あそこに行ったら幸せな気分になれる、ここにいると不快な感じになるっていう場所はいろいろあるでしょう。でもどこにいても不快になるような場所にいたとしても負けないっていうことですよね。もうそこでも幸せに感じられる、土地の影響を与えられない境外になる。確かにありますよね、土地の影響。なるほどね。そんなのは関係なくなるっていうのが絶対的幸福であって、でここに言われているように戸田先生が大聖人の仏法の究極の目的は永遠の生命を悟ることですっていうことが書いてありますやんか。その永遠の生命っていうものを仏って法華経では呼んでたので、仏とは生命なりっていう、でその生命なりっていうのは永遠の生命のことですから、それの発見なんですよ、仏は生命なりっていうのは。でそれ引き上げてそれに全部包まれたら自由の菩薩っていうね、前話した通り、だからそれを発見するっていうのはすごいことなんですよ。これすごいわね。この永遠の生命の実在の発見って言うけど、こんなんできるんかいと思いながらめちゃくちゃ向き合いましたからね、俺もこれだって思った時めちゃくちゃ嬉しかったんですから、すげえ発見したぞこれっていう。だけど伝わりにくいだろうなと思ったけど、でも今だから引き上げるしかないと思ったんだけど、でもそれの凄さが分かっていない人が多いんじゃないかってね、山本君も言ってたけど、幹部の人こそその凄さを分かって、褒めたたいてあげてくださいって感じなんですよね、そういう人がいたら。そうね、そりゃそうだよね。そこはやっぱりこの戸田先生の教えとちょっと違うというか、創価学会なのに言ってることはちょっと違うなってずっと思ってたから、これはそこはあれじゃないですか、この本当一番最後に読んだ理屈で分かってるだけってことなんじゃないですか。信心で実感して喋ってる人がどれだけいるのかっていう、今だってこれは喋ってるだけですし、動画で勉強してるだけですけど、これ真行学の学になるんで、そうだね、あとは個々人の真と行をそれぞれの生活していっていただいて、体得していただきたいっていうことですよね。
実証を示せと。信心でって理屈で分かるだけで終わるんじゃなくて信心で分かるっていうところまで持っていってそれを掴む人を増やしていきたいっていう目的で動画作ってますので、そうね、一旦ここはまた整理して、うん、この永遠の生命を掴んでいきましょうっつってちょっとやばいやつに聞こえるかもしれんけど、でも書かれてますなんで声ちっちゃくなる書かれてることは今俺言ってるだけです。そうね、まあこの動画で僕が学んだことだとか、聞いてくれたっていうリスナーの人たちの日々の生活のサポートになれば、背中の後押しになれば幸いでございますと。山本君本人も掴むんですよ。当たり前じゃないですか、そのためにやってるんですよ。やりましょういう感じのね内容でございました。はい、まだ来週お会いしましょう。はい、お疲れ。おつもと。